兵器解説専門チャンネル、弾丸デスマーチ、へようこそ。かの艦隊、これは、ウクライナが沿岸地帯の防衛のため、大規模な小型艦艇の艦隊を構築するというアイデアです。ウクライナでは、地政学上、黒海の一部やアゾフ海などの沿岸域を警備できる程度の艦艇があればよく、遠洋海軍のように大型艦を揃える必要はありません。また、慢性的な財政難などもあり、たとえ欲しくても駆逐艦やフリゲートを多数建造する余裕はありません。そこでかの艦隊の概念が生まれました。安くて使い勝手のいい巡視艇や、軍用ボートを数多く調達し、それらに最低限の固定武装と、携帯式の対空対艦ミサイルを積み込んで武装する。つまり、かのように小さく弱い船でも、数の理論で防衛力を高めよう、という考えです。台湾においても、かの艦隊、というほど小さくはないですが、多数のミサイル艇やコルベットを中心とした艦隊構成となっており、搭載する対艦ミサイルによって、中国艦の接近阻止を担っています。しかしながら、ウクライナが想定する艦隊は、警備艇などのより小型で簡素な船であるため、このような方針は軍内部で疑問視されることもあり、フリゲートクラスの建造も並行して進んでいたようです。ということで、何かと定まってない感じがするウクライナ海軍ですが、今回は、そんなウクライナ海軍がどの程度の戦力を持っているのかいないのか、現時点で現役と見られる艦艇を中心に、その保有数や性能を解説します。クリバク級フリゲートは、旧ソ連で警備艦として建造された艦で、派生型も含めて数十隻が大量建造されました。ウクライナで使用していたクリバク級は、クリバク3型と呼ばれる派生型で、これは、ウクライナ独立後に初めて進水した軍艦であると同時に、ウクライナ海軍の旗艦を務める船となりました。オリジナルのクリバク1型は、NATO のミサイル源泉の探知、攻撃を主目的に開発されたため、多くの対戦兵器を装備しており、その中でも環境前方に搭載された対戦ミサイル、RPK3 の4連装発射機が目を引きますが、クリバク3型は、海軍用ではなく国境警備隊向けに設計された国境警備艦であるため、環境前方の対戦ミサイルに代わって、AK100、100ミリ単装砲が搭載されています。また、対空防御としては、シウス、AK630 を2機、オサー M 股間防空ミサイルを1機装備しており、最低限の股間防空能力は持っています。本型は、ロシアから引き渡された3隻も含めて、以前は合計4隻を保有していましたが、財政難のために現在残るのは1隻のみとなっていました。しかし、残る1隻は、修理のためにウクライナ南部、ミコライウの黒海造船所で修理中だったところに、ロシアの侵攻が開始されたため、鹵獲を恐れてウクライナ自らの手で自沈させました。これにより、ウクライナ海軍は旗艦と唯一のフリゲートを失うことになりました。まあ首都の名を冠した旗艦を敵に撃沈されるよりはマシでしょうね。ウクライナでは、老朽化した艦艇の更新と、海軍の戦力増強を目的に、新型の多機能コルベット、現在はフリゲートに分類、を4隻建造する計画で、当初は2012年までに一番艦を進水予定でしたが、技術協力していた欧米各国との足並みの乱れや技術的な問題、当時のクリミア侵攻による戦費の捻出によって、たびたび計画が停止していました。それでも近年やっと建造再開のめどが立った矢先に、今回の侵攻を受けたため、また当面は建造中断、ということになりそうです。ただ、本艦もミコライウの黒海造船所で建造中との情報があるため、最悪の場合はこの艦も鹵獲を避けるために破壊、ということになるかもしれません。ギュルザー M 型は、砲兵艇というジャンルに分類される船で、主な武装として砲や機関銃を搭載した小型の船を指し、ウクライナ海軍の中では近年に建造された最も新しい船です。武装としては、遠隔式の戦闘モジュール、
カトラン M を船の前後に1機ずつ搭載し、通常は 30mm の機関砲を装備しているようですが、作戦に応じて、対戦車ミサイルや、簡易的な対空ミサイルも搭載可能なようです。本型は、前述した、かの艦隊の中核として計画され、本来は20隻を建造予定でしたが、こちらも資金難やクリミア侵攻、軍の方針変更などによって建造と中断を繰り返しました。それでも現在ではなんとか9隻が建造され、ウクライナ海軍の中核戦力となっていましたが、このうちの2隻がアゾフ海でロシアに鹵獲されたり、2022年のロシア侵攻でも数隻が鹵獲や被害を受け、まともに動けるのは、オデーサに残る3隻程度と見られます。マトカ型は、1980年からソ連で収益したミサイル艇で、計12隻が建造され、ソ連崩壊後は5隻がウクライナに編入されました。武装は、手法として 76.2mm 単装砲、AK-176 を艦首に1機、P-15 テルミット対艦ミサイルを、船の後方の原則に1機ずつ、対空防御として、シウス AK630 を1機搭載します。このマトカ型ですが、老朽化が進んだことから現在では1隻しか残っていませんが、その1隻がウクライナ海軍の副機関となっています。副機関だけあって、2014年から順次改修を受けており、エンジンや対艦ミサイルを新型に換装する予定で、あの有名な対艦ミサイル、ネプチューンを搭載するとの話もあったようです。その言葉通りに、2014年には既存の対艦ミサイルが解体されましたが、その後の改修は船体やエンジン、電気系統がメインで、未だに対艦ミサイルは搭載されていないようです。機関なき今、このマトカ型がその代わりを務めることになるので、スペースを圧迫してまで攻撃力を強化するよりも、指揮機能や汎用性を高めたい、というところでしょうか。ポルノクヌイ型は、中型の LST、戦車揚陸艦で、ソ連とポーランドが協力して開発された揚陸艦です。その全長は73メートルと、そこまで大きくありませんが、その積載量は、最大で8台の装甲車、戦車なら6両、貨物なら250トンが搭載可能となっています。本型は旧ソ連の兵器思想を反映して、揚陸艦でありながら重武装となっており、揚陸作戦の火力支援のために、140mm18 連装のロケット砲を2門搭載しています。また、シウスに近い防空能力を持つ艦載機関砲、AK230 を2門装備し、これは、対空だけでなく上陸支援の陸上攻撃にも使われます。さらに、携帯対空ミサイル発射機を4機装備していることから、最低限の防空能力も備えています。ウクライナでは本型を1隻のみ保有していますが、今年2022年6月、その貴重な虎の子の揚陸艦が、ロシアから砲撃を受ける様子が公開されました。これは、ウクライナ南部のウチャコフ港にいたところを狙った砲撃と思われますが、次々と砲弾が着水する中、一発も被弾せずに航行しているのが見て取れます。16発以上の砲弾が発射されたにもかかわらず、卓越した装艦技術によって艦を守ったとして、この艦とクルーが大統領から名誉賞を受賞したとのことです。オンダトラ型はソ連が建造した揚陸艇で、主に大型の揚陸艦から装備を下ろすために使用されました。積載量は、中型戦車であれば1両、軍用トラックなら2台、50トンの貨物、または20人の兵員が搭乗可能となっています。本型は、ロシアで2009年まで建造が続けられ、今でも多くが現役で稼働していますが、ウクライナにおいては、前述のポルノクヌイ型と同様に1隻を保有するのみとなっています。基本的にはウクライナが大規模な揚陸作戦を行う想定はないでしょうから当然とも言えます。さて、ウクライナ海軍では今回紹介した以外にも、警備艇などの小型船を10隻から15隻ほど保有していますが、それでも前述した、かの艦隊を構築するには程遠いほどの数しか持っていないため、新たに複数のタイプの小型船が、
建造もしくは建造される計画になっています。それらの艦艇の一部は、2021年に進水、2022年に収益予定となっていましたが、ロシアの侵攻によって計画はめちゃくちゃになっているでしょうね。ただでさえ少ない海軍の予算が他に回され、艦艇の建造に注力できる状況ではないため、当面は新型艦艇の大量収益は難しそうです。それではこれで、かの艦隊、ウクライナ海軍の解説は終了です。よろしければ、いいね、チャンネル登録、と、ベルマークをポチして通知設定をお願いします。